皆さんこんにちは、ヤンフジコです。今日はブレンダーを AI で操作できるようにするアドオン、ブレンダー MCP の導入手順をできるだけわかりやすくまとめてみました。手順とかつまずきそうなところとかも含めて、ちょっとポイントに絞ってちょっと解説できればと思うので、ぜひ、最後まで見ていただけたら嬉しいです。で、最後にまた前回の動画みたいにちょっと AI に対して、私がクリエイターとして思ってることを伝えたいなっていうところがあったので、そこもちょっと長いんですけど動画にしてみました。それでは本編どうぞ。はい。じゃあまずインストールするための、前提条件からちょっとお話ししたいと思います。必要なものが、3つあります。1つ目が、ブレンダーですね。3D モデリングとかアニメーション作れたりする、ソフトウェアで、無料で公開されてる、かなり素晴らしい、ソフトだと、思います。ブレンダーのバージョンが 3.0 以上が必要みたいなので、それ以上のバージョンのものをインストールするように、してください。インストールの手順としては、これ後で、実際に、もう少し詳しくやるんですけど、こんな感じの、流れになってます。はい。じゃあ次に、Python ですね。Python っていうプログラミング言語が、必要になるので、これも、インストールする必要があります。バージョン 3.10 以上が、必要になります。で、ちょっと私ここ分かってないので恐縮なんですけど、ブレンダー内蔵の Python じゃなくて、公式からダウンロードしたものですね。パソコン自体に、インストール、するものが必要になるので、それをインストールするようにしてください。で、これもそこまで難しくないかなと思います。Python の公式サイトにアクセスしていただいて、3.1.0 以上のインストラーダウンロードしていただいて、ここを後でやるときにちょっとお話ししますから、add Python to Pass っていうのを入れておかないと、結構めんどくさいことになるので、それを入れておいた方がいいと思います。はい、では3つ目、最後ですね。Python のパッケージ管理ツールっていうもので、UV パッケージマネージャーっていうものが必要に、なるので、これも、インストールする必要があります。はい。まずはブレンダーのインストールからですね。ブレンダーの公式サイト、これ、URL を概要欄に貼っておくので、よかったら、使ってみてください。ブレンダーのトップページに行くと、現在の最新版、ブレンダー 4.4.0 っていうのがあるので、これをダウンロードしていただいても大丈夫ですし、ブレンダーって確か、安定して動くバージョンがあったと思うので、3.10 以上、が推奨だったと思うので、もしかしたら、一番安定して動く、3.10 系とか 3.60 系の方が、相性がちょっといいかもしれないんですけど、ちょっとそこはまだ、検証できてなかったりするので、一番新しいものでも、私、動いたので、まだブレンダーインストール全くしたことがないよっていう人がいたら、一番新しいものをダウンロードしてしまっても問題ないかなと思います。はい。そしたら、ダウンロードが、ダウンロードボタンからダウンロードをしていただくと、こんな感じで、ダウンロードが始まりますので、ダウンロードが完了するまで、待ちましょう。あと、ブレンダーとか 3DCG のソフトって、わりかし Windows の方が安定稼働するっていう風に言われてるみたいなんですけど、ブレンダーに関しては、MacOS で動くバージョンも用意されてる、みたいなので、Mac の方はこっちの方から、インストールしてみてください。はい。では次に2つ目ですね。Python のインストールっていうところに進みたいと思います。こんな感じで全部英語のページになっていて、ちょっと戸惑うかもしれないですけど、ダウンロードしてインストールするのはそこまで難しくないので安心してください。少し下にスクロールしていただくと、こうやってダウンロードっていうところが、あると思うので、ここのレイティストっていうところ、をクリックしていただくと、で、下の方に行っていただくと、Windows インストラーの64ビットっていうのがあるので、Windows の方はこちらのインストラー64ビットの方ですね、からインストールしていただければ特に問題なくインストールできると思います。で、Mac の方は、MacOS、など自分の OS に対応しているものをインストールしていただければ問題ないはずです。一つ注意点があるので、説明したいと思います。インストールをするときに、ここの add Python、3.x to pass っていうところ、これをチェックしておかないと、すごくざっくり言うと Python がうまく起動しないことが、あるので、うまく動いてくれないことがあるので、ここのところは、必ず、チェックをつけるように、して、おくようにしましょう。はい、じゃあ前提条件の3つ目、最後ですね。UV のインストールのところになりますが、コマンドプロンプト、Windows の方はコマンドプロンプトから、pip install
UV。これで、UV パッケージがインストールできる、はずです。で、私の場合はすでに入れてあるので、requirement already っていう形になってます。もうすでに入ってますよっていうメッセージになってますけど、皆さんの場合であれば、入れてなければ、UV がダウンロードされましたっていうメッセージが出るはずなので、やってみてください。Mac の方はごめんなさい。私がちょっと Mac を持ってなくて、実際のちょっと画面とかお見せできないんですけれども、そこのところはちょっと公式サイトの、文言みたいなのをちょっと引用させていただくので、ちょっとそちらを参照してやってみてください。はい、あと、すごく大切なことを言い忘れていたので、ちょっとこれだけ別撮りして差し込みたいと思います。私、通常であればそんなに時間かからずに皆さんインストールできると思うんですけど、私の場合は、2時間近く、うまく、ブレンダー MCP が使えなくて、だいぶ苦戦してました。で、何を苦戦してたのかっていうと、UV をインストールした後に、パソコンを再起動してなくて、それでパソコンが UV を認識してくれてなくて、ずっと動かないっていう。で、そういえば、再起動してなかったと思って、再起動したら、普通に動くようになったので、結構プログラミングそんなに詳しくない人とかだと、インストールした後に、再起動するっていうのを、あまり思いつかないかもしれないなと思ったので、私と同じミスをしないように、差し込みでちょっとお知らせしたいなと思います。はい。では、前提条件の3つのところですね。ブレンダーのインストールと、Python のインストールと、UV パッケージマネージャーのインストール。これが終わった方は、次に、デスクトップ版のクロード、これをインストールしていただく必要があります。Windows 版も MacOS 版も、あるので安心してください。じゃあ、これをクリックしていただくと、インストーラーがダウンロードできますので、それの指示に従ってインストール進めてみてください。じゃあ次に、クロードがインストールできたら、設定をいじっていきます。この上のところから、ファイル、設定のところ、ここの一般と開発者っていうのがあるんですけど、ここの構成を編集っていうところを押してください。そうすると、クロードがインストールされているところの、ウィンドウが開くと思いますので、そこのところで、コンフィグをちょっと、コンフィグのデータをちょっと書き換えていく必要があります。で、ちょっと画面移ります。で、さっきのところを押したら、ここのクロードのアプリがインストールされている場所に、移るはずです。で、そしたら、ここのクロードデスクトップコンフィグ JSON っていうやつですね。これを、クリックしてください。そうすると、こうやって、コードエディターが開く場合と多分、メモ帳が開く場合があると思うんですけど、どちらでも大丈夫です。ここのところに対して、この今映してあるコードですね。これを、皆さんも同様に、書いて保存して、閉じてください。公式サイトにも同じ文言が、同じコードがありますけど、概要欄の方にも貼っておくので、よかったら使ってみてください。はい、じゃあ次に実際に Blender MCP、今回のコアになる部分ですね。これのダウンロードしたいと思います。この方ですね。この方が、作った方みたいなんですけど、この方の、トップのポストのところに、こうやって URL を貼ってくれているので、GitHub の、ダウンロードできるページに飛ぶので、このダウンロード ZIP っていうところからダウンロードしてみてください。はい、ダウンロードが終わったら、ZIP を解凍していただいて、こんな感じでファイルが展開できると思います。で、ここの addon.py っていうものをこの後ブレンダーに読み込ませるので、ブレンダーの、ファイルとか、ブレンダーの作ったものとか、そういったものの近くに、置いておくといいかなと思います。で、もし、ブレンダー結構使ってるよっていう方がいらっしゃったら、こういうインストール系のアドオンとかスクリプトがまとまってるフォルダの中に入れていただくと、間違って削除したりとかっていうのはないと思うので、そういったところに、ファイルを移動して管理するようにした方がいいかなと思います。次ですね、もう少しで、クロードとブレンダー連携させられるので、もう少しだけ頑張って、やっていきましょう。そしたら、ブレンダーを起動していただいて、さっきのアドオンを追加するところになるんですけど、ちょっと注意点があって、
正確に絶対そうかっていうとちょっと怪しいんですけど、ブレンダーは英語版のものを、そのまま使った方が、安定して動作する気がします。はい。私もともと日本語版のブレンダー使って、クロードで、ブレンダー MCP で自動化させようとしてたんですけど、ちょっとなんかあまり指示がうまくできてない感じがあって、基本的なところは、やれそうだなっていう感じがあったんですけど、指示が途中で止まっちゃってて、クロード側が認識しているタスクと、ブレンダー側で出来上がっているものがちょっと違ってできていたところがあったので、おそらくなんですけど、ブレンダーのバージョンというか、ブレンダーの言語設定に関しては、デフォルトだと英語のままになっているので、英語で、使った方が、いいんじゃないかなと思います。で、あと、これはまた、実際動かすところで、お話しするんですけど、指示も全部基本的に英語で、した方が、安定して動作したかなとかしていると思うので、ブレンダーをまず英語で、使っていただいて、で、クロード自体も英語で全部指示を出すっていう形にしていただけると、ちゃんと動いてくれるかなと、思います。で、もし、日本語のバージョンでも全然動かせましたよっていう方いたら、教えてくれるとすごく嬉しいです。はい。じゃあ、エディットのところに行っていただいて、プリファレンシーズっていうところが、出てくると思います。で、そしたら、アドオンズっていうところがあるので、ここの右側ですね。右側の、インストールフロムディスク、というところがあります。で、ここを開くと、皆さんの、パソコンの、フォルダですね。ファイルとかフォルダとかを参照するウィンドウが開くと思うので、ここからさっきダウンロードしていただいた、ブレンダー MCP の、addon.py、これを、クリックして、インストールするという形になります。で、インストールできると、こんな感じで、ブレンダー MCP っていうところが、出るはずです。大事なこととして、このブレンダー MCP の横にあるチェックボックスをつけていないと有効になってくれないので、必ずチェックマークオンにした状態にするようにしてください。はい。そしたらいよいよ、クロードを使ってブレンダーに指示を出してみたいと思います。先ほどお伝えした通り、英語で指示を出さないとうまくいかないことが、私の前だと多かったので、ローポリのドラゴン作ってくださいっていうお願いを英語で、出してみます。はい、そうすると、こんな感じで、ブレンダーローカルからのツールを許可しますかっていうのが出てくるので、基本的にはこれをこのチャットで許可っていう形で、OK を押してあげてください。はい、こんな感じでコードをどんどん書いて、言ってくれているので、うまく動いてくれてるっぽいので、実際にドラゴンが作れたところのシーンまでちょっとスキップしたいと思います。はい、こんな感じでドラゴンさんができました。ローポリっていうことで指示をしているので、こんな感じで、こう、レゴブロックみたいな感じでなってますけど、例えば、ここから、サブディビジョンサーフェスとかで丸くしてくださいとか、まあ、多分具体的に言わなくても、もしかしたら、なんかいい感じにしてくださいっていう指示でももしかしたら、色つけてくれたりとかするかもしれないです。はい。はい。もちろん、これもちょっと多分何回も言ってると思うんですけど、こういう AI で、まあ、クリエイティブツールを自動化する上で、これでポン出しするっていうのは、まあ、少なくともこのブレンダーっていうソフトウェア、3D のソフトウェアに関してはまだ難しいかなと思ってます。ブレンダー初心者ですけど、まあ難しいんじゃないかなと思ってます。はい。ただ、やっぱりめんどくさい作業とか、人によっては、こうめんどくさく感じてしまう部分とかを、こうやって AI が代わりにやってくれることによって、自分がやりたい部分ですね。例えば、こう、なんだろう、テクスチャーをこうつけるのがすごい好きだったりとか、あとは、なんだろう、3D でこう自分の世界を作る。まあ、ドラゴンがいて山があってみたいなのが、そういう世界を作るのが好きな人もいると思うので、自分のこうやっぱり創造性というかそういった部分を広げるためのツールとして、
やっぱ AI は、使っていけるんじゃないかなと、付き合っていけるんじゃないかなと思ってるので、今後の動画ではもっと複雑なものを作らせる指示っていうのも、なんとか、できないかっていうところをチャレンジしてみたいなと思ってるので、興味がある方は引き続き、お待ちいただけると嬉しいです。はい。じゃあ、ここまでブレンダー MCP を使って、ブレンダーをクロード3.7ソネットで、自動化させるっていう手順を、の導入の部分ですね、をいろいろお話ししてきたと思うんですけど、最後に少しだけ AI に対しての、私の思いというか、思ってること、を、ちょっとお話しできればなと思ってます。最近、AI でもうクリエイターっていらないんじゃないとか、ウェブ制作とか LP 制作ってもう頼む必要ないよねみたいな、声を見かけることがあって、ちょっとそこに正直不満というか、もやもやしたものというか、そういったものを感じてて、ちょっと違うんじゃないのかなっていうふうに、思ってます。はい。で、結論としては、やっぱ AI って、なんて言ったら人間の創造性を拡張してくれるものだと、思っていて、クリエイターを淘汰するとかっていうものじゃないと思ってるので、そこのところについて、ちょっと、私の考えを、お話ししたいなと、思ってます。まず、私自身も、最初、AI の進歩やばいんだとか、淘汰されるんじゃないかとか、仕事も来なくなるかもしれないなって、思ってて、動画の話だけで言うと、まだ、完全に置き換えっていうのは難しいだろうなと思いつつも、その波にはもう絶対来るだろうなと思ってて、正直結構不安に思ってた時が、結構ありました。で、ただ、実際にこういうブレンダー MCP での自動化とか、これクロードのソネットさんで作ってるんですけど、このスライドとか、スライドを作れるAI とか、チャット GPT とか、いろんな、生成 AI とか、AI ツールを触ってると、もちろん、いろいろ便利なところもあるし、単純作業以外のものも、確かにやってくれるっていうところではあるんですけど、じゃあ何でもかんでももう別に全部 AI でいいよねみたいな感じでもやっぱりないかなと思って、まして、例えば、イラストレーターさんですよね。イラストの世界とかでも、ちょっと前って言っても結構前だけど、ミッドジャーニーみたいなモデルが出てきた時に、イラストレーター終わっただろみたいなことを言ってる人がいたかなと思ってて、じゃあ実際今そうなってるか、イラストレーターの人ってみんな失業しちゃったのかって言ったら全然そんなことなくて、しっかりブランディングして、お客さんの要望を形にできるような人ってむしろ存在感が増してるというか、もっと成功している、ような、イメージがあって、斉藤直樹さんとかは YouTube ですごい発信されてて、AI のことも多分言及されてたと思うんですけど、やっぱそういった部分で、自分の、自分なりの価値というか、自分だからできることというか、そういった部分を単純な絵だけじゃなくて、自分の絵に対する思いとか、クリエイティブに対する思いとか、お客さんとのコミュニケーションとか、そういった部分で、AI が今まだできてないこととか、自分なりの思いとかを使ってって言うとまたあれですけど、自分なりの思いを込めて、仕事をすることによって、やっぱり、成功してるかなと思って、ます。はい。で、このブレンダー MCP の、自動化でも、AI で、自動でマテリアル作ってテクスチャ貼ってみたいなことをポンとやってくれるっちゃやってくれるんですけど、やっぱりそれをどう使うか、何を目的にするかっていうところを判断してうまく使いこなすっていうのが、今の、直近のやっぱり人間というかクリエイターの役目かなと思っていて、AI がやってくれることって、ここら辺とかやっぱすごい得意だし、これも得意だと思うんですけど、面倒な作業の自動化とか、スクリプトとか、プラグインを作ってもらったりとかするっていうのはすごい、AI が得意にしてるところだと思うので、そういったところを、AI にやってもらって、私たち人間というかクリエイターっていうのはもっとアイデア部分とかディレクションのところとか、
お客さんとのコミュニケーションだったりとか、自分なりの色を出すアート性の高い部分というか、アーティスティックなところに、集中できるんじゃないかなと、私は思っていて、なので、そういったその効率化できるところを AI に託して、付加価値の高いところに、自分の時間を割く、投資していくっていうことをすることができれば、それってすごく新時代のクリエイターの強みになるかなと、私は強く思ってます。もちろん、全員がここに乗っかれるかというか乗っかりたいかっていうと、そうじゃないというか、結構難しいかなと思っていて、そうなんだけど、でも、もうすぐ淘汰されるみたいな感じで悲観しすぎるのはすごくもったいないかなと思っているので、ぜひ、この AI 時代の変化っていうのをうまく取り入れて、自分なりの新しい表現を作り出すっていうところを、やれたらすごくいいかなっていうか、私はそういう風になりたいなと思っていて、ただ、そうは言っても AI なんて絶対使いたくないとか、やっぱり、AI 使うことに対して抵抗があるというか、やっぱりまだ世間の目も、ちょっとまだ、否定派の意見とかももちろんあって、それ自体全然悪いとは思ってないんですけど、そういうのもあったりして、じゃあどうしたらいいのかみたいな、話があると思うんですけど、前の動画とかでも私言ったところで、AI が嫌いな人こそ、最低限の情報のキャッチアップはやっぱりした方がいいかなと思っていて、AI を使いたくないっていう意見もあるのは分かってるし、そういったところも、心情として、あること自体おかしいとは思ってはいないんですけど、一方で、事務作業の効率化とか、メールの文章をうまく考えてくれたりとか、あとは、アイデアまとめてもらったりとか、リサーチとか私すごく、使ってものすごい助かってるんですけど、このリサーチの支援してもらうとか、だったらこういう、こういう事務作業の効率化っていう部分であれば、結構抵抗がないクリエイターさんもいるのかなって思ってて、私は最近音声入力でチャット GPT とかクロードとか、いろんなものに対して今指示出してるんですけど、本当にそれがすごく、楽で、喋るのを文字起こししてくれるんですけど、それが、完璧じゃなくてまだまだ。ただ、意外といい感じにまとめてくれて、体感8割ぐらいは、そのまま喋っただけで、ちゃんと理解して、仕事をしてくれるんですね。なので、そういった部分で、クリエイティブにがっつり使うのが嫌なんだったら、事務的な部分にだけ使ってみるのも、私は全然ありなんじゃないかなっていうふうに、思ってます。もちろん、自分の信念とか、心情を曲げてまで、AI を無理やり使う必要は、全くないとは思うんですけど、一方で、面倒な事務作業とか、リサーチとか、効率化できるんだったら、使ってみたいっていう人も結構いいと思っていて、もしそういった方がいたらぜひ、コメント欄で、教えていただきたいなと思ってます。細々しためんどくさいことをサクッと解決できる、チップスみたいなものもあるので、そういったところを、伝えられるかなって、思ってるので、AI が嫌いな人でも、ここだけだったら、使ってみたいとか、こういうの気になってるみたいなのがあったら、私としては、ぜひ、聞かせてほしいなって、思ってます。はい。繰り返しになりますが、コメント欄で、もしそういうのがあったら、記入していただけると、嬉しいです。いろいろ長くなったんですけど、今回も最後まで見てくれて、ありがとうございました。1本目の動画から、本当に100回以上も再生されるって思ってなくて、本当に嬉しいなと思ってます。やっぱり、みんなクリエイターとして、クリエイティブと AI っていうところに対してのキャッチアップというか、アンテナみたいなのがすごい、高く持ってる人が多いなって思ったし、興味ある人が多いなっていうのも分かったので、なるべく続けられるように、最低週1とかで、続けられるような感じにしたいなと思ってますので、引き続き、応援してくれたら嬉しいなと思ってます。はい。で、この動画が、いいなって思ってくれたら、チャンネル登録と高評価、してくれたら、やっぱり数値で見れると、嬉しいので、よかったらチャンネル登録と高評価もしてくれるとすごく嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。